国の婿と呼ばれている米国メリーランド州の知事を務めるラリー・ホーガンが、ワシントンポストにコラムを寄稿し、それが韓国で波紋を呼んでいます。コラムはファイティング・アローンと題され、新型コロナウイルス対策では政府からの支援を受けられず、孤立した状態で韓国と協力して乗り切った経緯が書かれています。妻のユミ・ホーガンは韓国出身で、彼女を通じてムン・ジェイン大統領に支援を求め、その結果、50万回分の検査キットを900万ドルで購入できて対策に大きく貢献したとしています。また、トランプ大統領が当初感染症を軽視して対策を遅らせたことを痛烈に批判しています。トランプ大統領が本当に興味を持っていたのは感染症対策ではなく、株価の上昇と再選計画だけのように思えたと指摘しています。全米知事会で国立アレルギー感染症研究所のアンソニー・ファウチ氏を招き、ことの深刻さに衝撃を受け、テストの重要性を知ったとしています。当時のホワイトハウスの対応とのあまりにもの違いにショックを受けたとも書かれています。共和党知事協会で大統領と食事を共にした時、トランプ大統領は習近平国家主席を称賛し、安倍首相とのゴルフの楽しさ、金正恩委員長との友好関係を自慢したそうです。一方で韓国に対しては、ムン・ジェイン大統領とのやり取りは好きではない。韓国の人々はひどい。彼らは私たちにお金を払わないなどと不満を口にしたそうです。同席した妻は母国を侮辱されたがじっと耐えていたそうです。トランプ大統領は誰でもテストを受けられると偽って公言し、オバマ政権から非常に時代遅れのシステムを受け継いだと責任転嫁ばかりだと批判しています。また、テストキット50万回分を初めて入手した時、大統領に褒められるかと思ったが、お金を無駄にしたと批判されたとしています。2015年から知事を務めているホーガン氏は、エッセイ本スティルスタンディングを先月出版予定でしたが、感染症対策に注力するとして延期しています。編集所官。トランプ大統領が褒められた人物でないことは誰もが知るところだと思います。様々な態度や発言などを見ても、ああいう人なんだなぁと私は思います。そしてとかく目立ちたがり屋で、いかに自分をよく見せるかに余念がない人とも思います。なのでボルトン氏の暴露本の内容が報道された時、最初は驚きましたけど、慣れてきたというか、やはりああいう人なのねと思いました。ボルトン氏の書籍はむしろ批判だらけなので、その内容にうんざりしてきましたけどね。まあ彼も自分が正しいと主張したかったのであれば、トランプ大統領と大して変わらないですけど、ホーガン知事はトランプ大統領と同じ共和党ではありますが、感染症対策に関しては完全に意見が合わず、自分は韓国という独自ルートを使って成功したとしています。メリーランド州は感染者数7万5千人以上、死者は3215人、現在も毎日400から800人前後の新規感染者が増えているようです。それでも死者数が減少しているとして、米国の中では成功している方だということです。トランプ大統領の初動対応の遅れは弁解の余地もなく、第2手第3手もお粗末だったと言えるでしょう。そこで独自ルートを通じて検査キットを格安かつ大量に入手できたというのは成功だと言って良いでしょうね。私はとにかく検査しまくるというモデルが万能とは思いませんが、米国のような一般市民の対策があまりに乏しい環境では有効だと思います。ホーガン知事がエッセイを出版したり、こうして自身の功績をアピールするのには理由があって、2024年、次の大統領選挙の有力候補とされているからだということだそうです。今回の機構の狙いはトランプ後の時代に備えて共和党を結束させるための下準備ではないかという見方があります。ということは、今回の大統領選挙ではトランプ大統領が敗北すると見ているんでしょうかね。まあこの立ち位置であれば再選しても問題なさそうですけど、トランプ大統領の韓国に対する発言が侮辱的だとしていますが、実際の場にいてそう感じたならそういうことかもしれませんね。トランプ大統領ならひどい発言をしても不思議ではないです。もしかしたら自分に対して比較的批判的なホーガン知事への当てつけだったのかもしれませんね。ホーガン知事の寄稿文の内容だけを見れば、それほどひどいという印象は私は受けませんでした。韓国人はひどいと翻訳しているサイトが多いです。ただ、トランプ大統領が指しているのは韓国政府や分担金交渉の担当者たち、米国の要求を受け入れない人たちで、韓国人全体を指しているわけではないようです。韓国メディアは目立ったタイトルにして閲覧数を稼ぎたいからそう書き立てますけど文脈は違うと思いますね。ムン・ジェイン大統領と話が合わなくて話すのもうんざりというのはただの感想で、
二人は合わないんでしょうね。想像つきます。近隣諸国の日本、中国、北朝鮮のトップとの関係が良好としておいて、韓国だけ気に食わないというのがね、まあ面白いというかなんというか。韓国としてはこれからも韓国の婿。私はこの表現が気持ち悪くて嫌いですけど、ホーガン知事を好意的に応援して、大統領になってほしいとか書き立てるんでしょうね。仮に大統領になったとしたら、表面的には友好的でも裏では国益のためにえぐいことをやってくるので、そこは勘違いしない方がいいと思いますね。米国はそういう国だし、それを今更咎めるつもりもありません。多くのサイトが今回の寄稿文を平坦に捉えていると推測しますが、裏側では色々と渦巻いていて、トランプ大統領はいつも通り、ぶっきらぼうだということだと思います。トランプ大統領はこのような感じなので、変な期待もしないし、今更取り立てて批判する気にもならないですけどね。米国国民は次期大統領も好きに選んでください。白雪さんはトランプ大統領をどう思いますか？子供ですね。子供？子供みたい。子供ってどのくらいの？小学生？小学生。なんだかそのくらいの子供みたいじゃないですか？すぐ怒ったり、言い訳したり、文句言ったりして。はは、そういうことですか。なんだか可愛らしいです。可愛らしい？微笑ましいというか。そりゃまた随分と変わった見方ですね。そうですか？日本人で言うとあの人に似ています。誰？長州力。長州力ってプロレスラーの？ええ、可愛さが似ています。長州力はあんなにトゲトゲしてなくて可愛い小学生って感じです。なんで長州力なんて知ってるの？最近ツイッターで話題ですよ。すごく面白いおじさんなんです。あ、そうなの？ツイッターと LINE の区別がついてなかったり、ハッシュタグをハッシュドタグって言ったり。ああ、ネット音痴なのね。そうです。それを恥ずかしいとも思ってなくて、全然悪びれなくて。なんかトランプ大統領とは全然違うけど。だから可愛いってところが一緒ってことです。結局違うってことで、話が全然どっかに行っちゃったじゃないですか。止めないから。私のせいか。で、トランプ大統領なんですけど、感染症対策に関してはちぐはぐで、あの通り米国は今も大変な状況です。きっとなんかよくわかってないですよね。そうだと思います。多分感染症については私の方が詳しいと思います。そうかも。じゃあ私の方がトランプ大統領よりも上ってことで。それを言ったら日本人全員がトランプ大統領よりも詳しいと思いますけど。あ、そういうこと？白雪さんだけがってことはないでしょう。さすがに。なんだ。喜んで損した。そういえばゆるりんって新聞読んでるんですよね。ええ、今は読売と赤旗読んでます。げげ、赤旗。感染症で読者数が減って苦しいのか、継続や紹介をお願いしますってチラシが入っていましたよ。新聞業界も大変ですね。赤旗潰れそうなんだ。赤字なのかな？読売は久しぶりに読むと、中国関係の特集とかは面白いですね。一辺倒だけど。すごいですね。新聞読むなんて。白雪さんは読んでないですよね。ええ。昔から父親に読めって言われましたけど、読むのは4コマくらいですね。あれ面白くないですよね。それこそ小学生レベルじゃないですか。お姉ちゃんからも仕事柄新聞くらい読めって言われましたけど、読むと眠くなるんですよね。眠くなるって読んでないでしょ？あ、そうだ。読んでないです。じゃあ眠くなったことも？ないです。言われてみれば読んでないから眠くなったことないわ。ずっこけだね。あれでしょ。難しくてよくわからないから読まないんでしょ。そうです。上級者向けですよね。新聞って。まあそこが新聞の常々の課題なんですけどね。ちょうどいい入り口がないっていう。ネットニュースでよくない？あれだと興味のある内容の拾い読みしかしなくて、無関心な内容をちらりと見ることもないから、そこが紙との違いですね。あと終わりがないので延々とどうでもいいのを見たりとか。そこがいいんじゃないですか。ダラダラするじゃない。そこが良くないんですよ。だから私はネットニュースも見ないですね。スマホに入れてない。そもそもスマホ見ないですよね。家にいると見ないですね。用がないから。今時そっちの方が問題じゃないですか？私のメッセージに返信ないこと多いですよね。だって見てないから。
通知オフにしてるし。オンにしてくださいよ。うるさいじゃん。社会不適合者と話してるみたいです。そこまでひどくないでしょ。ただスマホあんまり見ないだけで。